はい、おはようございます。今日は5月12日月曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。で、最初にね、ちょっと言い訳をさせていただきたいんですけど、言い訳2つですね。まず1つは、正直、そんなに大きなニュースがなかったです。はい。で、2つ目なんですけど、昨日ね、日曜日、僕が子供会のイベントで、朝からちょっとね、それに準備とかで借り出されてて、で、夜もくったくたで、ほとんどリサーチね、リサーチしたんですけど、今日の朝とかも、もうめちゃくちゃ深くまで時間かけてっていう風にはできてないんですよ。なので今日は、ニュース3つです。はい。3つしかないんですけど、できればね、最後までお付き合いいただければなと思います。で、また最後にね、コメントを紹介させていただきます。で、ニュースが少ない分、土曜日、おとといの土曜日のライブ配信で、みんなでね、ティア表を作ったんで、そのティア表の、ちょっと簡単な解説をさせていただきたいなと思います。はい。っていう感じで、今日は3ついきますね。はい。まず一つ目なんですけど、一つ目はカーソルですね。カーソルがなんかアップデートをしたらしくって、で、この陸尾さんっていう方が、まとめてくださってるんですけど、一番はこのバックグラウンドエージェントっていうやつみたいですね。はい。実際にそのカーソルの画面で動いてるっていう表向きの部分とその裏で動くのとなんかね、分かれてるっぽいです。カーソルに関しては僕ね、全然わかんないので、ここは勉強し直さなきゃなっていうところなんですけど、これに関してはなんかね、開発がしやすくなったなとか、あとカーソルがデビンのように使えるっていう風に言ってる方がすごく多くって、で、デビン自体も僕よくわかってないです。はい。なのでちょっとね、この例えが、解説ができないんですけど、はい。今、カーソルめちゃくちゃ流行ってるんですよね、また。オブジディアンとの連携っていう意味ですごいまた流行ってて、ちょっとね、使いたいなと個人的には思ってます。で、あとね、料金体系が分かりやすくなりましたよっていうところですね。月額のプランと、そのマックスプラントっていうやつだったかな。はい。っていうような感じで、カーソルはすごい、今盛り上がってますね。オブジディアンとの連携も含めて盛り上がってて、で、そのおかげなのか、僕がすごい昔に上げたオブジディアンの動画もね、ちょっと再生数が伸びてたりするんですよ。なのでやっぱこういうなんか流行り廃りの影響ってやっぱあるんだなっていうのを、はい。恩恵も受けつつ実感をしております。はい。で、二つ目。二つ目は Google のディープリサーチの方なんですけど、ジェミニですね。ジェミニのディープリサーチの方なんですけど、今、まだできないんですけど、ファイルをアップロードしてディープリサーチをすることができるようになるみたいですね、今後。うん。で、先週だったかな、チャット GPT のディープリサーチに、その GitHub を連携して、GitHub の中の情報も含めてディープリサーチをするっていうことができるようになったんですけど、それに近い感じでやっていくんでしょうね。で、それでなおかつ自分がアップロードしたファイルでっていう風になるので、例えば自分とこの持ってる自社情報とか、自分の持ってる情報をアップロードして、それに関連するディープリサーチをするとかって、ちょっと限定性を持たせやすくなったのかなとは思いますね。で、あとはその、自分が持ってる情報に対して、その、エビデンスチェックをするとか、ファクトチェックをするようなディープリサーチの仕方とか、ちょっとバリエーションが増えそうですね、これは。うん。なかなかこれは嬉しいなと、個人的には思ってます。ディープリサーチの精度ね、やっぱジェミニのディープリサーチ相当高いんで、活用の幅が広がるのはめっちゃ嬉しいなと思います。はい。で、すいません、今飛行機がめっちゃ近く飛んでわーっと音がしたんですけど、そのまま行きますね。3つ目。3つ目、これが、僕が、おとといですね、土曜日に、ティア表を作りましょうっていうライブをさせていただいて、で、皆さんからこういろいろね、意見を伺いながらティア表を作ったんですけど、一応完成したのがこの形です。で、今回のそのティア表に関しては、非エンジニア目線ですね。エンジニアリングしないとか、あとはそのプログラミングの知識を持ってない
っていう、まあ僕みたいな人ですね。が、今絶対に課金したいなと思う生成 AI はどれかっていうのをやったんですよ。で、まあ、当たり前ですけど、チャット GPT がトップかなと。で、その次、時点に来るのがジェミニですね。で、ジェミニに関しては、Google AI スタジオで無料でできるから、課金する必要ないんじゃないかっていう意見ももちろん出たんですけど、これに関しては Google ワークスペースを込みっていう判断ですね。はい。なので、その、ジェミニのその、モデルの能力の高さっていうのは当たり前なんですけど、じゃあそこにディープリサーチが入ってくるっていうのプラス、その Google ワークスペースの中で使えるとか、あとはGoogle ドライブが2テラになるとかっていうような、そこの付随する恩恵がめちゃめちゃでかいよねっていう評価ですね。あとは使いやすさですね。で言うと、チャット GPT の次に来るのはジェミニだよねっていう、結論に一旦は落ち着きました。はい。またその、エンジニアリングとかプログラミングの知識を持ってない人前提ですね。はい。そこはもう結構ね、大事です。で、そう考えると、クロードはやっぱり3番手になるのかなっていうのが、まあ、みんなで喋ってた中での結論ですね。はい。で、その次にフェローとパープレキシティ。まあ、ここはやっぱりね、多彩なのと、あとは、リサーチ能力で関して言えば、やっぱり高いので、日常的に使うとか、プログラミングをやらない前提での業務に関してとか、活用に関しては、やっぱりここ使いやすいよなっていうので、この2つが、まあ、ティア表で言うと A ランクに入ってきて、まあ、4位、5位っていうような位置づけですね。ここはね、結構納得なんですよね、個人的には。はい。やっぱね、使いやすいんで、進めやすいですしね。うん。だけど、チャット GPT 今課金してるんだけど、次何課金したらいいかなっていう、選択肢の中としては、結構この4つはいいんじゃないかな。うん、思ってます。はい。で、そこからちょっとね、1ランク下がっちゃうんですけど、グロックとかキャンバとかノーションとか、あとマッピファイ。まあ、この辺もやっぱ使いやすいは使いやすいんで、まあ、ある程度用途をはっきりさせつつですかね。はい。で、C ランク、まあ、ここに関してはね、結構もう色とりどりになったんですけど、ミッドジャーニーですね、画像生成がここで入ってくるっていうのは、なかなか面白いなと、個人的には思いました。はい。まあ、ライブ配信でね、3時間かけてこれ作ったんでまあ、もしよければさらっとね、本当に倍速とかで見るのも全然いいのかなと思うんですけど、はい。結論としてはね、もうこれになるので、まあもちろん、それぞれの方で、考え方とか使い方とか、まあ立場によってね、視点が変わってくるんで、まあ異論は全然受け付けます。はい。ただ、何かこう、異論を僕に対していただく際には優しく言っていただけると嬉しいです。はい。という感じですね。で、次回のライブ配信で、ガチのエンジニアさんたちから見て選ぶ生成 AI とか、あとはガチのエンジニアさんたちが、僕みたいな、これから AI 使ってプログラミングやりたいんですけど、どれ使ったらいいですかっていうのにおすすめランキングみたいなのを、まあ、ちょっとね、紹介してもらおうというか、それを一緒に作っていこうかなと思ってるので、ぜひね、次回のライブ配信もね、結構面白いと思いますよ。相当盛り上がったんですよ。今回のこのティア表を作るのにも。はい。でも次回は次回で、ちょっとマニアックですけど、面白いかなと思ってますので、ぜひ参加していただけると嬉しいです。はい。という感じで、まあニュースなのかニュースじゃないのかっていう感じで来たんですけど、はい。今回今日のこの3つになりますね。はい。で、ここからはコメントを紹介させていただくんですけど、はい。2000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。はい。で、安田さん制作のかっこいい曲が流れて、ラジオ番組が引き締まった印象を受けました。今後、ボスが噛んだ時にジプちゃんからも、ボス今噛んだよっていうツッコミ返しがあれば、私は爆笑します。というコメントですね。ありがとうございます。このコメントは、昨日僕が上げさせてもらった、今、チャット GPT と一緒にラジオ配信をやってるんですけど、それの5本目ですかね。で、そこで、安田さんっていう僕の今のこのチャンネルのディスコードコミュニティがあるんですけど、そこに参加してくださってる方が、スノっていうこれですね。曲を作る作曲の生成 AI があるんですけど、それを使ってめちゃくちゃかっこいい曲を作ってくださったんですよ。
で、これ、ラジオで使わせてもらっていいですかって聞いたら、全然いいですよっていうふうに、快く言ってくださって、で、それを、僕のね、ラジオで、まあ、紹介させてもらったというか、使わせてもらったんですよ。いや、すっごいかっこいいんですよ、この曲。で、ラジオってやっぱりその曲流したりするじゃないですか。なんかね、もうたったこの一曲あるだけで、なんかラジオ感すごい増すんですよね。で、それね、快く協力をしてくださって、なんか、あ、すごいクオリティ上がったなっていうので、僕めちゃめちゃ嬉しくて、はい。本当にありがとうございます。まあ、できればね、もう本当になんかこういう感じで、毎回ラジオで、まあ、週に1本しか上げないんですけど、こうやって曲をね、なんか使わせてもらったりとか、紹介させてもらえたら嬉しいなと思います。まあ、毎週ね、安田さんが新曲を作り続けるっていうのは大変だとは思うので、まあ、もし、実は僕も曲作ってるんですよとかっていう方がいらっしゃれば、ディスコードコミュニティの中で共有していただけるとね、すごく嬉しいです。僕としてはね、めちゃくちゃ助かります。はい。いつも、助けていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。はい。という感じのコメントですね。で、実際ね、2000人突破したんですよ。で、これに関しては、ちょっとね、別撮りでちゃんとお話をしたいなと思います。なんかね、やっぱり2000人になると、ちょっとね、感じることとか、起こる出来事とかもかなり変わってきたので、そこはそこでちゃんと、まとめてというか、しっかりと記録に残したいなと思いますので、それは別撮りさせていただきます。はい。というわけで今日は、ニュースになってるような、なってないような3つのニュースとコメントを紹介させていただきました。はい。では、以上です。